おはようございます。アーキースチューデンツです。今日は日車両最適化を行っていきたいと思います。建物の位置と、建物の位置や角度を考慮した日車両最適化です。では行きます。まず、ライノ上にこのような箱ですね。箱と点を適当に配置しました。この箱と点は各自で作図していただきたいです。ファイルのプロパティで単位が見れるので、単位を確認すると、単位。今回はメートルで行っていきたいと思います。では、グラスホッパーの方に行きます。まず、ポイントを出してください。ライン上の点をクリック。こちらをグラスホッパーのポイントを選択して、右クリックして、セットワンポイント。ライン上のオブジェクトは表示にします。そして、このグラスホッパーの点として読み込むことができました。次に、この点を元に、面を複製します。こちらは、プレーンというのが出ています。このプレーンというのが馴染みがない方もいらっしゃるかと思いますが、このプレーンというのは、普段のサーフェイスとは違って、概念上の平面になります。サーフェイスは実物の面ですね。見える面ですね。これは概念上の面になります。この概念上の面を作りました。これをムーブしていきます。アディション。X 方向と Y 方向にこの平面を動かしていきたいので、ナンバースライダーを出します。マイナス6から10。このナンバースライダーは作ったこの箱の範囲によってちょっと変わってくると思うので、そこは柔軟にしていってほしいです。マイナス6から6をつなぐと、この選択したものが、本当に見づらいのですけれど、ちょっと動いているのがわかりますか？このような感じ。これでムーブを行いました。次に、この面をロテイトします。ロテイトプレーンを出してください。プレーンをつなぎます。
ちらのプレーンも概念上の見えない面になります。アングルには角度を入力していくのですけれど、度数に直すためにディグリーズを選択します。回転の角度は0から90度。そうすると、こちらですね。こちらが移動させたものの平面になっており、これをナンバースライダーをいじると、このように平面が回転していることがわかるかと思います。次に行っていくのが、この平面をもとに四角形を、カーブですね、線を作成していきたいと思います。リクタングル。この P にはプレーンをつなぎます。このプレーンをもとに XY 方向に長さを指定してあげて、単形を作図していきます。今回こちらマイナス6と6で固定させておきます。引いてみると、こちらですね。このプレーンの中心点をもとに、リクタングルは四角形のカーブを作成してくれています。出力を見ると、R をカーブにつなぐと、ポリラインカーブとして出力されていることがわかるかと思います。このプレーンというのが、ここのプレーンの平面の原点を中心に作図してくれています。ドメインなどを入れるとまた変わってくるのですが、今回は中心を原点として面を作図しました。このカーブをもとにエクストルードで押し出しを行っていきます。R を B につなぎ、ディレクションには Z 方向のユニット Z をつなぎます。このような感じです。そして、ナンバースライダーで Z に0から100のナンバースライダーをつなぎます。値としては、だいたい20、30ぐらいにしておきます。そうすると、このような建物っぽい押し出しが作成されました。このような感じです。ですが、今、このエクストルードは線を Z 方向に押し出しただけなので、蓋がされていません。そのため次にキャップホールズを出していただきたいです。これをつなぐと、蓋がされたクローズド B レップが作成されました。こちらはオープン B レップです。このように
型のされた Closed VREP が作成されました。こちらが今回の最終成果物になります。次週はこの Closed VREP を用いて日射量最適化を行っていきたいと思います。こちらの角度とこのような感じで建物の位置や角度が変わっていることがわかるかと思います。今日はモデル作成の方を行っていきました。説明であやふやなところがあればコメント欄に書き込んでいただけるとありがたいです。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。